ね、データがあって実際にブレンダーとして調創されてタルと向き合った時にこれはっていう風なやっぱりきちっとあるから、そこはなんかすごいことやなと思いますし、もう9年研究所おられて、それでもうすでに12年経っておられて、もう30代も多分半ばぐらいに、そこからようやくですか、ついに。その次の移動先が研究所から山崎蒸留所ということになります。で蒸留所でも実は最初の3年間は品質管理部門っていうか、工場全体の品質に関わるような部署でしたから、それはそれでウイスキー作りはまた一からちょっと勉強させてもらうという、いい経験の範囲なんで、そして次の3年間で今度はいわゆる貯蔵ブレンドというグループのリーダーっていうか、そこに配属になる。でそれは全く自分が今までやってきた研究所の中でもまさにその、知識とか経験が、一つは生きる場でもあったっていうか、非常に3年間だったけど、私にとっても非常に貴重な場だったし、でそこの仕事っていうのは仕事はもう直接ブレンダーから降りてきて、でそれを現場でもってブレンダーの指示通りに物仕上げていくっていう仕事だから、そこで初めてブレンダーというのに直接接しながらという仕事の場になりました。初めてそのブレンダーと接しられて、その時にどう感じられたんですか？いやこれはやっぱすごい仕事やなとか、いやいずれは自分がその立場になってもっとすごいものを作ろうという。それはないですよね。入社の時から酒造りっていうのはテイスティングっていうか官能検査がもう全ての基本にある。で現場でもいわゆる貯蔵とかブレンドという部署でもテイスティングでもって日々結構数こなしてきてるんですけど、ブレンダーのテイスティングとその現場のものづくりのテイスティングって根本的に違うんです。現場で蒸留所なんかでやるテイスティングっていうのは作ったものが間違いなくっていうか欠点のないというか、いわゆる異味臭のないというか、間違いないものであるかどうかみたいなものを確認するようなテイスティングが主なんですけど、ブレンダーのテイスティングって今度は蒸留所がいろんな原酒を作る、それをブレンドしてどうなるかとかなんか新しいものを作るときにどういうものを組み合わせたら狙いの品質になるかとか、視点が全然違うと。ですからいろいろ仕事はブレンダーから降りてくるけれども、時には理解できないことがいっぱいあると、そんな気持ちで仕事する。自分が変わってない、考えたこともなかったです。でもそういう時期は来るわけですもんね、突然。突然やってくる。そうなんです。いわゆる貯蔵グループって時に3年いた間でもこの先自分がブレンダーになるなんてことは全く想像もしてないし、将来の自分の移動先にブレンダーを希望するなんてことは考えたことは全くなかったです。またどっか別の今度は現場のまた違った部門に行けるのかなぐらいの思いでもって仕事してたら、ある日突然人事の事例が降りてブレンダー室に行けと、それでびっくりというそんなです。